こんばんは。はるけです。今回は FC24TOTY ノミネート選手を紹介していきたいなと思います。今作の TOTY に選ばれるにふさわしい選手たちがノミネート選手として公開をされました。この中から11名ですね、今作の TOTY 選手として登場をするという形になってます。で、今作は女子選手もですね、TOTY があるということで、女子のですね、ノミネート選手も公開を、されたので、紹介をしていければなと思います。TOTY に関してですね、あまりよくまだわからないっていう方はですね、イベント解説の方を見ていただければ、嬉しいなというふうに思います。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。まずは男子選手からいきたいと思います。こちらになります。ちょっと字がちっちゃすぎると思うので、ポジションごとに少しね、拡大した画像を見せながら紹介をしていければなと思います。まずはゴールキーパーですね。ゴールキーパー、アリソン、エデルソン、サンバ、そしてコーベル、シュチェスニー、メニャン、オブラク、テアシュテーゲンと、この選手たちがノミネート選手に選ばれました。この中からY 選手として誰か1名選ばれるということになってますね。で、そして続いてディフェンダーになります。ディフェンダーはサリバ、そしてアーノルド、ファンダイク、ルーベン・ディアス、ストーンズ、ダンテ、マルキーニョス、キム・ミンジェ、フンメルス、あとはクワルタかな。そしてバストーニ、ブレーメル、テオエナンデス、ディロレンツォ、オタメンディ、クンデ、ナバス、ガヤと、この選手たちになってます。この選手たちから4名かなが選ばれるという、形になってます。そしてミッドフィルダー、だんだんとね、選手たちが多く、なっていくんですけれども、ミッドフィルダー中盤、ウーデゴール、ライス、そして三笘薫、そしてベルナルド・シウバ、デブライネ、ロドリ、ブルーノ・ギマライス、ジャロット・ボーウェン、そしてゴロビン、ビルツ、ジャカ、ムシアラ、レロイ・サネ、ブラント、グリフォ、バレッラ、キエーザ、ラビオ、マフレズ、ミリンコビッチ・サビッチ、ペドリ、ギュンドアン、あとはガルシアかな。そしてジュード・ベリンガム、トニ・クロース、モドリッチ、チュアメニ、バルベルデと、この選手たちになってます。ミッドフィルダー中盤はこの選手たちの中から3名が TOTY 選手として選ばれるということになってます。そしてアタッカーですね。アタッカーが一番ノミネート選手としては多いということになってます。サカ、サラー、グリーリッシュ、ハーランド、ソン・フンミン、そしてなぜかクラウス、RB、右ウイングバックっていうことからなんかウイングになんかノミネートされたんでしょうかわからないですけど、クラウス、そしてデンベレ、イガイン、エンバペ、コロムアニ、そしてフリンポン、グリマルドも LB というか左のウイングバックの選手なんですけれども、なんでかここに入ってます。そしてハリー・ケイン、オペンダ、ギラシー、ディマルコもそうですね、なんかウイングバックからなんでか勝手にアタッカーの選手として入ってます。そしてラウタロ・マルティネス、ラファエル・レオン、クバラツヘリア、オシメン、ベラルディ、タレミ、ベンゼマ、クリスティアーノ・ロナウド、グリーズマン、そしてモラタ、レバンドフスキ、ビニシウス、久保建英、そしてジェラール・モレノ、リオネル・メッシと、この選手たちになってます。全体として見るとちょっとね、字が小さすぎるので何が何だかわからないかもしれないんですけれども、日本人としては三笘、そして久保、この2名が今作 TOTY に選ばれる可能性がある、そのノミネート選手に選ばれたということになってます。で、またですね、これを見るとディフェンダーのところには冨安だったりとかはいないですし、あとはアラウフォだったりとか、カイル・ウォーカー、ここら辺の選手もいないので、この3名何かフラッシュバックとか SBC でとんでもない強さを誇って出てきてくれたら嬉しいなと、そういう風に思ってます。ウォーカーとか外れるにそんなに値しないと思うので、入っててもおかしくない選手だと思うので、もしかすると SBC とかで登場する可能性、非常にあると思います。で、中盤だったら遠藤航ですね。やっぱり1年間っていうようなことになるので、前シーズンの活躍とかが、主じゃないですけど、そこも入ってきてはいます。ですけど、やっぱりブンデスでね、デュエル王だった遠藤がノミネート選手にも入ってないっていうことは、ちょっと個人的にはおかしいんちゃうかなって思ったりするので、その中でやっぱ強くなった遠藤航の SBC っていうのも、もしかすると TOTY 期間で出てくる可能性もなくはないのかなと、そういう風に思います。で、そして続いて女子選手に行きたいと思います。女子選手のノミネート選手はこちらになってます。もうね、ほぼほぼ分かりません。ゴールキーパーから行きたいと思うんですけれども、
ほぼね、わからないです。名前はちょっとね、わからないんですけれども、このユナイテッドのアープかな、アープス、ちょっとね、ほんと名前わからないんですけれども、この選手が結構予想をされてます。なんか可能性はこの人がもしかすると高いかもしれません。そしてディフェンダーの選手はこちらになります。ディフェンダーの選手もね、もうほぼほぼわからない。で、まあ、レナードとか今作ね、コーレートでよく来ますし、あとはマピレオンとか、あとはパレデスとか、よう来るなっていう選手、あとはキャシャビ、PSG の今作非常に特殊が多くて人気な選手、あとはロルフォなんかも、入ってきてますし、あとはバチャかな。バチャも、いますね。いくつか選手知ってる選手はね、今作の中でいるんですけれども、ほぼほぼわからないということになってます。あとはレアル・マドリードのカルモナなんかも、ここに、いますね。でそして、ミッドフィルダー中盤の選手に行きたいと思います。やはりプテジャス、そしてアイタナ・ボンマティを筆頭にですね、パトリ、だったりとか、デビーニャ、オーバードール、ゲオロ、ここら辺の選手たちは今作非常に強い選手たちになってますし、やっぱりね、1年間通して活躍をしていたノミネート選手に選ばれてくるんだなと、そういう風に思いますね。で、あとはバイエルンのスタンウェイ、だったりとか、あとはニコリかな、ケロリン・ニコリ、あとはバニーニ、ここら辺の選手たちも、まあ今作、女子選手追加によって見たことはあるみたいな、名前は聞いたことあるみたいな選手に、なってますね。でそして続いてアタッカーの選手に行きたいと思います。やはりアタッカーとしてはサム・カー、ノミネート選手に入ってます。前作 FIFA23 では初めて女子選手として表紙を飾った選手でもあります。そしてみんな大好きハンセン。すごく自分は好きです。バルサのウインガーなんですけれども、こいつも選ばれてます。とんでもない。まあ、今シーズンを見ても点取りまくってますし、もうすでに序盤から活躍をし続けている、そんな選手になります。で、あとはディアニだったりとか、レイテン、ポップ、スミス、で、あとはヘンプ、サンダースラックで行きましたね、ヘンプ。で、あとはパラルエロ、これもバルサの選手です。で、クンダナンジ、で、あとはウィリアムズとか、ショー、ケリーとか、あとはルソマー、ロットマン、ここら辺はまあある程度知ってる人が多いんじゃないかなと、そういうふうに、思いますね。やっぱりね、女子選手はあまりわからないっていうのもあるんですけれども、男子選手と比べて。男子選手はなんかこの人も選ばれそうだし、この人も選ばれてもおかしくないなっていうのはあるんですけど、女子の選手に関しては、正直ね、バルサ女子が強すぎるっていうのがあります。なので、おそらく Y の選手としてバルサ女子は非常に多くなるんじゃないかなと、個人的には思ってますね。やっぱり、ボンマティ、アイタナ、そして、ハンセン、あたりは選ばれると思いますし、まあ、ここに加えて、まあ、画像にも、いるとロルフォとか、またいないですけど、プテジャスとかもね、十分多分入ってくるというふうに思います。で、あとはまあリオンのね、バチャとかディアニとかもね、全然あり得ると思いますけれども、やっぱりね、バルサ女子がね、女子のね、その女子サッカー、もっとレベル違うみたいな感じになってるので、多分11人 TOT は、まあないしは12人目もあるかはわからないですけれども、半分ぐらいはね、バルサ女子が占めるっていう可能性はね、非常にあると思います。普通に。特にやっぱりハンセンなんかは、もう、ハンセンやめてよっていうことに、まあ、なり得る可能性はあると、そういうふうに思いますね。まあ、という感じでこちらが FC24TOTY ノミネート選手たちの紹介になります。一応こういう風な選手たち、自分たちユーザーが選ぶ投票の開始日はですね、1月8日からという風に、なってますので、まあ、ぜひちょっと投票をしてですね、少しでも TOTY を身近に感じていただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいのとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。